こんにちは。今日は感情の波に飲まれそうになったら抵抗せずそのまま流されてみてくださいという、話をしてみたいと思います。っていうのも私はよくすごく感情がすごく強くて、それに悩まされることがすごい多くて、悲しいとか辛いとか寂しいとか、そういうネガティブな悔しい、あと怒りとか、そういうのもですねとかにすごい強く湧いて、それにすごいとらわれて、もう感情なんてない方がいいって普段から思うぐらいすごくとらわれることが多いんですけど、それの対処法を最近身につけてちょっとシェアしてみたいなと思って。っていうのも、感情って湧いた時にこう抵抗してそれを消そうとするから強く残り続けるっていうことを、ちょっと前に知って、っていうのも感情は消耗品なんですよ。だから消耗させてあげないとずっと残り続けるんですよ。だからちっちゃい時のそういう感情とかもたまにふって思い出したりする時あると思うんですけど、そういうのもその感情がそのまま消化されてないからなんですね。で、例えば悲しいとかって思っても、いやでもこれはなんか相手のことを最初に思んばかっちゃって、いや私は、悲しいけどでも相手にも事情があるからとかっていう風に考えたりとか、すごくなんか怒ってるのに、でもなんか相手だって本当はこうしたかったわけじゃないかもとか、なんかそういう風に私もよく思っちゃったりするんだけど、そうじゃなくて、例えばなんか親だからそういう風に思っちゃいけないとか、すごく怒ったりしても、そんな風に思っちゃう自分はダメだみたいな風に思っちゃったりしてたんだけど、そうじゃなくて、自分の感情をまず自分で聞く。悲しいんだねとか、本当にあの時怖かったねとか。で、感情に飲まれたらそのままその感情にただひたすら耳を傾けて、自分の本当の感情にずっと耳を傾けてそばで聞いていてあげると、そのままなくなっていきます。流されて流されていつの間にか岸についてるような感じで、そのまま感情がいなくなってるっていうことに気づいた。だから本当に、例えば悲しい時とかすごい強い怒りを感じた時って、それをどこかにやってしまいたいとか、なんか頭を使っていろいろ合理的に考えようとすると思うんですけど、そうじゃなくて一回そこに流れに乗ってとどまってってください。で、そういう感情って他の人はわからないんですよ。感じられないんですよ。自分の感情は当たり前なんだけど、自分しか感じられないわけ。だから私は自分は自分自身にそれを分かって欲しがってる。だって他は誰も分かってくれないから。自分しかその声は聞けないから。だから他の誰のことなんか考えなくてもいいから、自分のその声に無視しないで聞いてみてください。そしたらすごい楽になるから。やっぱり大人になっていろんなことをやっていかないといけないってなると、いろんなことを気にしなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり一番大事なのは心、感情、そこが何よりも大事。それはずっと音楽も昔からそうやってずっと伝えてきてくれてる存在だと思うんだけど、本当に心が大事。誰にも聞けないから、自分の心の声は本当に。それに耳を傾けるだけで自分に対する信頼が増すし、自分で自分を信頼できたら、他はどうでもよくなるというか、そういう風になれると思う。私も学んでる途中だけど、本当にこの感情の波には
悩まされてきたので、少しでも楽になったらと思ってシェアしてみました。自分の心の声は意外と下の方にあって、私も今まではずっとこっちの方に他の人の声とか世間の声とか他の人の軸がここで聞こえてて、自分の本当の声っていうのはもっと下の方に埋もれちゃってたけど、少しずつやっていくんで、最初にここに自分の心の声が聞こえるようになった。すぐに自分の心の声が耳の横で聞こえるようになったから、そうなったら感情の波が襲ってきてもふわふわとやり過ごすことができます。よかったらぜひ試してみてください。ありがとうございます。